僕らのワンワイトの数ある楽曲の中で Don't Tell Nobody っていう僕らのデビュー曲があるんですけど、僕あの歌あんま好きじゃないんですよね。まあ結構好きな人もいると思うんで、だから僕があんま好きじゃないから、僕のファンだったりワンワイトファンの方には僕が好きじゃないから私も俺も嫌いっていうふうにはマジでなんないでほしくて、楽曲へのリスペクトはめちゃめちゃあります。 MV へのリスペクトも。でも僕個人の感情で言うんだったら、あの曲は僕の中ではトラウマというか屈辱。あの曲 MV とか、リリースされてる音源に僕の声入ってないんですよ。入ってんのかな、薄く。最初スピーカーで普通にこの携帯で聞いた時に俺いねえなってなったし、イヤホンで聞いた時もいねえなってなったし、でちょっといいヘッドフォンとかにして細かく聞けるやつで聞いた時もいねえなってなったし、スピーカーで爆音でもううるせえぐらい一個一個の音聞こえるぐらいで流した時にもいねえなって。やっぱり中には一回教わって一回やったらもうそれが自分に定着するっていうメンバーもいる中で、僕は全然それが定着しなくて、あれはすっげえ撮ったんですよね、半年ぐらいかけて。でプロナンセーション、発音も練習してラップも練習して4小節ぐらいかなぐらいの短い、2か4かなぐらいの短いところを6回、半年、24歳から25歳になるぐらいの時間をかけてやった楽曲でないパートがみたいなことが起きて、本当に悔しかったですね。時間をかければいけるかもしれないって思ってた時期に時間をかけても叶わないものがある。でも僕はその時にだからといって時間をかけるのをやめようってはなんなくて、時間を大切にするっていうことをもっと詰めていけばいいんだっていう風になって、そっから DSTM に行くまでの間にめっちゃやって、もう次こそ絶対自分のパートを作ろう、自分の声で MV でパフォーマンスしようっていうのを決めざるを得なかったって感じですね。あれはあの状態でドンテルのパートをもらってたら、僕は今頃もうちょっとちょっと怠けてただろうなってのをすごい思うんで、あの当時のドンテルノーバリーには憎しみ 95%、 感謝 5% って感じですね。僕自身がすごい好きな場所っていうのがあって、みなとみらいの湾が見える橋、湾見てると落ち着くんですよ。いつももうここでずっとそこに自転車止めて、もうずっとボケーっと。出口はマジでめっちゃ来てたっすね。もうあと受験の時も来てたんですけど、考えとかがごちゃごちゃになってきた時と、ちょっと整理必要だなって時とかにこっち来て、もう一回自分を落ち着かせるというか冷静になるのがここですね。いつもいろいろな反省会をしてたりしますね。ここじゃ最長2時間ですね。1時間ぐらいはもう最低でもいつも本当にただ一人でここに来ますね。僕は波の揺らぎを見てるのが好きなんですよ。あとたまに遠くから船が来た時に波が動いてるの見て、別にここ来る時僕音楽マジで聴かないんですよ。全然考え事する時音楽あるとダメなタイプなんで、もうほんと一回無になって自分の考え事とか思考のとこだけにフォーカスしてぼーっとしてることが多いですね。いつも何かを考える、結論を出すって場所じゃなくて、僕の中で唯一自分の中で時間っていうものを考えないで入れる場所、時間がない空間に隔離されているような感覚で、そこがすごい自分の中でも大好きで、追われていく中でも時間と自分を別にして自分を見つめ直せるすごいいい場所で、やっぱ考えることってのはだったり悩みってのは年々増えていく中で、今でもあそこにはお世話になってますね。シンプルにめちゃめちゃ喋ったなーってのがまず一個と、今まであんまし一人で何か喋るなってのがなかったんで、
なんか8人で掛け合いをしてとか、8人いる時に話すってことが多かったんで、今回のこのコンテンツを機にすごい自分のことをもう一回見つめ直したし、でなんか昔のことを思い出すついでになんか母親と一緒にアルバムを探して写真を探したりした時に、なんか昔の自分のエピソードだったり、この写真こういうのあったんだよっていうのを聞いて、なんかエモーショナルコンテンツになりましたよね、自分の中でも。